おだすこんちこぽんぽんということで、今日も出てぶつけていただいております。よろしくお願いいたします。ということで今日はですね、敵を避けてくれるパスの条件判明したよー、やっていきたいなと思います。ということでちょっとね、事前の予告自体はさせていただいたんですけども、敵を避けてくれるパス、このですね条件がですねちょっとついに分かりました。いや、ものすごい時間かかった。この敵を避けてくれるパス、今回アップデートぐらいからかな、ちょうどよく増え始めたなと思うんですけど、皆さんにぜひねお届けしたい、そんな内容になってるかなと思うんですけども、この経緯をね含めてちょっとね話していきたいなと思います。そうですね、前もって言っとくと当たり前、いつも通りですけど、定期ですけども一筋縄ではいかなかったですね。はい、なかなかいかなかったんですけども、ちゃんとね結果として出せたかなと思うんで、ぜひ聞いていただければなと思います。多分長くなっちゃうかなと思うんですけど、早送りとかしながら見ていただければなと思います。まずはですね、これ敵を避けてくれるパスですね。これ、ちょっと、あえてですね、今までのポテトの検証からするとですね、ちょっと略していきたいんですけども、TYKP 検証っていう形でやっていきたいなと。これですね、まずこの検証をやるに至った経緯のところをちょっと話しておきたいなと思います。根下検証ってそもそもですね、ゴールキックをカットしてそのまま根下を蹴るっていう検証なんですよ。なんですけど、ノイアーの今回来たショータイムのノイアーですね、のやった時にね、こんな感じで避けられたんですよ。パスの方向の時ここに立ってるんですけど、このパスの線上に立ってるんですけど、メッシを避けてこうパス出されてるんですよ。はい、っていうことがあって、でこれがねちょうどアップデ5だったんで、アップデでそうなったのかなみたいな感じの疑惑だったんですよね。これ避けパスと名付けておきましょう。この避けパスが出るか出ないか、これがね今回の検証になってくるんですけど、後々いろいろ分かってくるんですけど、このパスの線ですね、このパスの線のここアップにしておこうかなと思いますが、こっち側ですね、こっち側のライン、この白い線のこっち側のラインですね、ここにこのメッシの左足が触れてるか触れてないかっていうのが結構分かれ目になるんですけど、触れてない状態ですね、ただ乗ってる、左足が乗ってる状態で、この状態でこう避けパスが発動するっていうのがあったんですよね。これがメッシがもうちょっとこっちに来るとちょっと避けパス発動しないんですけど、そんなところだというところですね。でこれがですね、ノイアーの時には出たと。でこれがアップデだったのかなと思ったんですけど、その次の週にシュマイケル来ましたよね。でシュマイケル見ていくと、はい、シュマイケルは避けパス出なかったんですよ。ということは、シュマイケルとノイアーの間に何か明らかな違いがあるということが分かったんですよね。でこの時点では固有なのかプレースタイルなのか、あとはグラパカーブ、プレスキック、キック力とかスキルとか、その辺が違うのかなっていう疑惑にはなってるんですよね。でその後です、72まで上げてきました。それでやってみたんですけど、はい、こんな感じで出ませんでしたよと。いや、じゃあ70には足りないのかなと思いつつですね、ちょっとドンナルンマでもやってみました。ドンナルンマ最初ね初期値60とかなんですけど、この段階ではですね出なかったと。なんですけど、グラパ数値を75にしたらですね、はい、こんな感じ、避けパス出たんです。なるほどと、75が出ると。じゃあこっからちょっとね見ていったら、結果的に言っていくと、ドナルマね、グラパ71の段階でこの避けパスが出るってことが分かったんですね。70だと出ないんだけど71だと出るということが分かったんですよ。はい。でということは71を超えたらこの避けパスが出るのかなみたいなって考えたいとこなんですけど、さっきのシュマイケル72だったのにダメだったの。シュマイケルはできなくて、こっちのドンナルンマはできたと、避けパスが出たと。でこの能力に比べるとちょっとね、あまりにもドンナルンマが勝ちすぎてて、どれが原因なのかもよくわかんないなというところで、ちょっとじゃあいろんな選手やってこようということで、いろんな選手やってきました。でちょっと分かりやすいところだけピックアップしていくんですけど、ゾマ CL 決勝があったからゾマとドンナルンマでやってるわけじゃないですけど、たまたまゾマでやってみたらですね、はいということで、ゾマもグラパ71で避けパスが出たんです。でしかもこのゾマは守備的ゴールキーパーですから、じゃあっていうことはまずプレースタイルではないなっていうのがまずねここで分かったよねっていう感じで、しかも他の能力も確かにドンナルンマと比べるとプレスキックとかも低いし、キック力も低いし、それでもこれでも出てるっていうところは、どうなんだろうな。この辺は疑惑ですね。この辺のステータスは疑惑なんだなと思いつつ、シュマイケルとも比べてみるとこんな感じで、ほぼほぼやっぱそうですよね。勝ってるからどうだろう。プレスキックとか関係あんのかな、カーブ関係あんのかなみたいな感じで、この辺はちょっとまだ疑惑状態なんですけど、少なくともキック力はね同じなんだけども、こっちは避けパス出て、こっちは避けパス出なかったという形になったので、キック力は少なくともないのかなみたいな
いなところだけ言えるという感じですよね。で、ちょっと気になったんで、前のシュマイケルですね。旧シュマイケルでやってみたんですけど、旧シュマイケルでパス73まで上げてみましたよと。これでやってみてどうかなってところなんですけど、はい。はい。避けパス出たんですよ。ということは、この旧シュマイケルと新しいシュマイケルの差に何かがあるということで、比べてみるとこんな感じで、こっちが旧ですよね。こっちが新シュマイケルで、こっちが避けパス出て、こっちが避けパス出なかったんですよ。ということで、ここの差に何かがあるということなんですよね。で、現状で言うと、キック力ももちろん同じだし、プレスキックとかも同じだし、なんだけどもこっちには出てるということは、ここだけ見てもですね、少なくともプレスキックカーブとか、その辺は関係ないのかなとか、あとロングフリーキックの数値っていうんですか、その辺も関係ないのかなってことがまず言えるかなと思います。でもうここしかなくないかと。でもしかしてと思って、フラパ数値とか関係あるのかなみたいな、ここまでずっと見てなかったんですけど、フラパ数値関係あるのかなみたいな感じになりまして、一応避けパスが出た選手たちの能力ちょっと比べてみました。はい、こんな感じで、こう見ていくとですね、この辺のカーブキック力とか、この辺フリーキックだとか乗っけましたけど、この辺はですね、この旧シュマイケルが出たことによってほぼ関係ないだろうということで、この辺はちょっと一回置いとくんですけど、パス数値系で見ていくと、ノイヤーはやっぱ高いですよね。で、ドンナルンマもこの辺は71、73なんですけど、シュマイケル73にしたらこう出るから、で、こう見ていくと、やっぱなんかちょっとフラパスが怪しいなとか、もしくは平均も言えるのかな。フラパとグラパの平均値が72を超えるとか、ありえんのかなみたいなところで、グラパ低くてフラパが高い選手ですね。それをちょっと確かめればいいだろうというところで持ってきました。メニャンですね。メニャンを、グラパ数値68でフラパ数値73、この状態で避けパスが出るのか、これ確かめていきたいなと思います。はい、避けパス出るんですよ。1下げてみました。グラパ67、フラパ72にした状態のメニャンですね。はい、出ないんですよ。これ一応と思って念のためなんですけど、マグマノイヤー持ってきました。マグマノイヤーも同じ条件で、フラパ73にした場合、はい、避けパス出ますよと。フラパ72、グラパ66にした状態です。はい。はい、ということで、これちょっとまとめてみました。こんな感じですよ。今現状で言うとですね、この丸が、避けパスが出たところですね、の、フラパ数値見てください。全部73を超えてるんですよ。ほーと。で、グラパに関しても、これ60台もありますからね。だから平均値でもないことも言えますよね、ということで、73を超える避けパスが出るんじゃないかと。これちょっとね、今までの全ての可能性もちょっと再確認するために、圧倒的に能力が低くて、で、フラパだけ73にした選手、これでどうにかできないかなということで、持ってきました。この選手です。タハトスンっていう選手ですね。19歳の選手なんですけども、この選手をですね、フラパ数値だけ上げて、パス数値ですね、上げて、ここまで上げてきました。そしたらですね、他の数値とかね、これも、プレスキックとかキック力とか、この辺もね、だいぶ下がってますから、この状態でフラパ数値だけが高ければいけるっていう理論が正しければですね、この状態でも避けパスが出るだろうということでやってきました。出たんですよ。はい、ということで、この時点で今までのね、まず持っていくと、73、フラパ数値が73で避けパスが出るってことが分かりました。いや、まさかのフラパか。いや、これグラパなんですけどね、入力自体はね。確かにでもパス自体浮いてるもんね、確かに。浮いてはいるからね、フラパ数値なんだって感じなんですけど、フラパ数値が73出れば、避けパスが出るということが分かった。ただ、これにいろいろ検証やってて分かったんですけど、73じゃなくても一応ね、避けパスが出るパターンがあったんですよ。で、これがどういう時かっていうと、こんな感じ。これね、ドンナルンマ70とかなんですけど、ほら。あとノイヤーとかも、フラパス72のノイヤーなんですけど、こんな感じで。あとメニャン。72の、フラパ72のメニャン。はい、こんな感じで。避けパス出るんですよ。これ要はね、メッシの立ち位置が結構重要で、このパスの線の位置に対してメッシがこの左足今乗っかってないですよね。乗っかってこれぐらい離れてれば避けパスが出るんですよ。ただメッシがこれ以上近づいちゃうと避けパス出ないみたいな、そんな感じなんですよ。なので要はこの避けパス自体にも段階があるっぽいんですよね。で、今この73ってやってたのは一つの段階の区切りが73だったということで、なので逆に言えばですね、この避けパス自体にも加減が別にあるはずだということなんですよね。実際初期値のシュマイケルとかで見ていくと、こんだけ離れてても避けパス出ないんですよ。で、これとかもそうなんですけど、こんな感じで、はい。
なので、そもそも数値が低すぎると、避けパスっていう選択肢がそもそも存在してないんですよ。なので、どっかのタイミングでこの避けパスっていう選択肢が出てくるタイミングがあるはずだということで、これを確かめていこうと。これがわかんないことにはちょっと今後ね、何も使えないので、ということで見てきました。で、タハトフスンを使ってやっていくんですけど、フラパ数値をね、60から5刻みで確かめていきました。まあちょっとここまで長くなっちゃってるんで、もう飛ばしていきますけど、結果から言うとですね、65の段階では出ませんでした。で、70にすると、出ました。余計パスが出たということですね。はい。ということで、じゃあ、ここから70からですね、1ずつちょっと刻んで下に下げていてですね、離れててもいいので、余計パスが出るか出ないか、これを確かめていきたいなと思います。見ていきましょう。68の時出ました。67の時出ました。で、66の時ですね。この時もね、出たんですね。こんな感じで余計パス出ました。一応、65の時ね、もう一回やってみたんですけど、やっぱ出なかったですね。余計パスになってないんですよ。はい。ということで、ちょっと長くなっちゃったんですが、ちょっと分かったかな。まあでも経緯はなんとなくそうだったんだなぐらいに思ってくれてはいいです。はい。ということで、一旦結論です。フラパス値66以上にすると、敵を避けてくれるパスができる。とします。はい。ということで、いろいろ見ていただきました。経緯もね、すごく長く話しちゃったんですけども、結果的にですね、フラパが66以上になると、グラパで敵を避けてくれるパスができるようになってくるということが分かりました。厳密に言うと、長いグラパの時に避けてくれるってイメージなんですけど、まあでも実際ね、敵をこう避けてくれるパスって基本的に長いグラパが多いので、まあそういったところでは言えるのかなと思います。で、これ一応ね、66以上で一応避けパスの選択肢っていうのが使用上出てくるというのは分かったんですけど、まあ実践的な話をしちゃうと、多分73とかは欲しいんじゃないかなとは思いました。で、まあノイアーとかで言うとね、もう1個か2個ぐらい段階はありそう。73以上のね、段階はちょっとありそうなんだけども、一旦今日はこの辺でいいかなと思ってます。で、あとはまあ当たり前ですけど、ただこれができるから、この数値があるからって絶対インターセプトされないっていうことではないので、されにくくはなるけどね。っていうことなんで、それはね、ちょっと覚えておいてください。で、あとはね、カーブ、キック力、グラパ、この辺はね、避けパスの選択肢に追加されるとかのところには関係はないんですけど、避けパス自体の質、ここにはね、関与してくると思うので、まあその辺はね、他の能力が関係ないってことではないのでね、その辺は注意していただければなと思います。で、あと、最後、こっからはね、推測にはなるんですけど、まあプレースキックとかは関係なかったので、流れの中でのところにも関係してくると思います。なので、まあ、特にディフェンスラインとかは、まあ、最低66以上とか、まあ、願わくば73以上とかあった方が、まあ、いいんじゃないかなとは思いましたね。あとは、利き足とか蹴る足の方向とかによっても、ちょっとね、この避けパスの出る出ないがあるので、その辺はね、ちょっと知識として知っておくというのかなと思いました。今回右利きでやりましたけど、これ左利きの選手だとこの状態で避けパスっていうのはまあ出なくはないんですけど、ちょっと方向がもう回転の方向が違っちゃうので、避けにくいパスにはなっちゃうので、まあその辺はね、どっちの足で蹴るとかも結構重要だったりしますし、逆に言えばこのメッシ側というかインターセプトする側に関しても、利き足が相手がどっちの利き足で蹴るのかっていうのも実は割とね、インターセプトに関しては重要なことになってくるんじゃないかなと思います。はい、というところでいかがだったでしょうか。めちゃめちゃ長いんじゃないかな、今日。うまくまとめられてるんだろうか。経緯としてはもうなんか並べてると思うんですけど、多分字の小ささがね、長さを物語ってるかもしれませんが。というところで、まあ少なくともちょっと一つの指標としてね、知っておくと良いかなと思います。まあ、ものすごく役に立つかと言われるとわかんないですけど、でもこの辺は知っておくと良いかな。まあ今後の育成とかにもちょっと生きてくるかなとは思いますので、この辺はぜひね、参考にしてみてください。ということで TYKP 検証ね、今後これを使ってまたいろいろやっていきたいなと思いますけどもね、まあむしろキックモーションとかよりこっちの方が正確性高いかなとは個人的には思ってるんで、スタミナとかの検証はちょっとこの辺でできればなとは思ってはいます。まあちょっと結果だけ見た人もね、よく頑張ったんじゃねって思った方は、また参考になったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。まあ最後チラッとだけ雑談しておきますか。はい、ということでまた。はい、ということで、ここから雑談やっていきます。いやー、まさかフラパだったか。いや、フラパかよ。とは思ったんですけどね。まあでも、そうか、まあフラパも、そうね、グラパに関係してるんじゃないか説っていうのはちょっとね、以前の2024とかぐらいからまあちょっとあった気がするんですけど、まあここで明確に出てきたなと思いましたね。はい、というところで、いかがだったでしょうかね。まあでも一つね、指標として一つ分かったのは良かったっしょ。GJ を押しといてください
ということで、ちょっとめちゃめちゃ何日もかかっちゃったんですけど、非常に疲れましたね。ちょっとこの動画も何分になってるのか分かりません。ごめんなさい、本当に。TYKP 検証、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画がこれで終わりたいなと思います。よかったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。